さよなら。失礼します。すみません。せーの。そうですね。皆さんこんにちは。ケーズジャパニーズのお時間です。本日の企画。日本語学習者が最初に覚えるべき50音から始まる日本語のフレーズ作業編。イエーイ。はい。ということで、本日もこのシリーズやっていきたいと思います。今日本語を実際に勉強をされている方に向けて、最初に覚えておくといい日本語のフレーズを50音順で紹介していくというシリーズでございます。で、今回がそれの作業編ということで、さ、し、す、せ、そから始まる日本語のフレーズ紹介していきたいと思います。このシリーズもっといろんなパターンで見たいよ、いろんな方法で見たいよという方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではやっていきましょう。さよなら。さよなら。失礼します。失礼します。すみません。すみません。せーの。せーの。そうですね。そうですね。はい。ということで、さしすせそすべて紹介しましたので、さから、一つずつ解説していきたいと思います。さよならということですね。もうグッバイです。グッバイ。君の運命の人じゃない。間違えました。これはプリテンダーっていうね、オフィシャルヒゲダンディズムっていうね、日本の有名なバンドの曲に出てくるプリテンダーを歌ってしまいましたけど、さよならっていうことで、まあお別れする時とかバイって言うと思うんですけど、英語ではそういう時とかさよならって先生とかにさよならって言ったりね、ぐらいかな。でもさよならって使うの先生と生徒の関係ぐらいかな。友達だとじゃあねとか、上司部下だとお疲れ様ですとかねっていう感じになるんで、さよならって使うの先生と生徒の関係ぐらいかもしれないです。あとはこう何ですか、男女で関係が終わってしまった時にさよならって言われてこう男が振られるみたいなね、そんなのもあると思います。なんでまあ海外の女性の方、日本人に万が一なんか変に浮気されたとかね、なんかあった時はさよならペチンとやっちゃっていいと思います。はい、さよならでした。はい、続いて失礼します。はい、これはいろんな場面で使われますけど、まあどっかこう部屋に入るときに失礼しますって言ったりね、例えばまた学校の例出しますけど、職員室っていうのがまあなんだ、他の国もあるかな、多分あると思うんですけど、部屋に入るときに失礼しますとか、まあ会社の面接とかでね、面接室に入るときに失礼しますって言って入ったりとか、そういう時ですよね。ちょっと失礼しちゃう時ってことですね。ということです。まあ丁寧な表現です。これも失礼しますっていうのは、ちょっとごめんでもいいんですけど、ちょっとごめんじゃね面接ダメなんで、丁寧な表現で、失礼しますと言って部屋に入っていくみたいな、そういうフレーズですかね、これは。なんで日本の会社とかでね、もし日本に興味持って日本で働きたいってなった時には、必ずその会社に対して面接でね、まあなんだ、最近はリモートの面接もあるんかもしれないですけど、実際本社に赴く時とかにね、でなんかこう偉い人の部屋に入る時とかに失礼しますっつって入ったりとかすると思うんで、覚えておいて損はない、よく使うフレーズだと思います。はい、続いて
すみませんっていうことでね、これは本当にいろんなパターンの謝罪の伝え方ってあると思うんですけど、ごめんなさいとかね、申し訳ございませんとか、すみませんっていうね、これもごめんなさいの一種というか、謝罪を伝える言葉の一つですね。すみませんっていう、申し訳ございませんが一番あれかな、丁寧な謝り方ですけど、すみませんだとまあ割と近い関係なのかな。まあバイトの上司、マネージャーとかねに謝る時とかですよね。会社ですみませんっていう感じで謝るとかね。バイト先でお客さんに謝る時は、失礼いたしました、申し訳ございませんっていうのが一般的かなと思うんで、すみませんはちょっと関係性が普通にあるぐらい、他人ではないしお客さんではないけど、ちょっと上とかっていう時に発生するかな。すみません、これもぜひすぐに使えるフレーズになってますんで、あとかあれだ、本当に道端とかで道聞きたい時とか、すみませんって言ってね、エクスキューズミーと一緒です。なんでちょっと話しかけたい時とか、すみませんってこう話しかけるっていうのも一つ使い方です。はい、ということで続いてのですね、これは合図とかっていうことです。例えばこう会話の中で一番この映画のどこが好き、せーのっていう、なんかこう一緒に何か言う時とかにせーのってこう合わせるためにね言ったりしますね。大人になっても使うし、子供も使うし、幅広く掛け声のタイミング、せーのなんとかっていうので使うんで、回をまとめる人とかねよく使うと思うんで、ぜひ覚えてください。はい、続いてそうですね、これはもう相づちですよね。基本的にはこれからがこうで、これからがこうで、こうだからこうしてほしいんだよねって言われた時に、そうですねっていう、こうまずは相づちのそうですねから入るとかね。これってこうだったんだよね、多分ね、こうだよね、そうですねっていう、ちょっと友達の間では使わないかもしれない。これもやっぱ上司とかちょっと上の方の説明に対してのそうですねっていう相づちになるかなと思いますんで、はい、これもちょっと大人向けにはなるか、会社員とかそういう日本で普通に働きたい人とかはよく使えるフレーズになってるんで、しっかり覚えて使えるようになってください。ということで、さしすせそから始まる日本語を勉強している方が最初に覚えるべきフレーズということで紹介していきました。次はね、他行をねやりたいと思いますので、このシリーズもっといろんなパターン欲しいよという方、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画で。バイバイ。